どうも WeK チャンネルのケイスケです。前回は天板の切削を行いました。今回は天板の仕上げを行いたいと思います。それでは早速参りましょう。第42回平屋住宅をフルセルフリノベーション、高級座宅をダイニングテーブルにリメイク、天板加工編にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これが前回切削を終えた状態で、縞模様がはっきりと残っています。オービダルサンダーに80番のサンドペーパーをつけて磨きます。試しに120番で磨いてみましたが、全く削れませんでした。杉材などであれば80番や120番を使うとあっという間に削れてしまいますが、このカリン材、想像をはるかに超えて硬いです。このように映像で見ると本当に真面目に削っているのかと疑われそうなくらいです。4分の1くらい削ったところでサンドペーパーが削れなくなりました。縞模様の箇所と比較すると平坦になったことがわかります。短手の側面も研磨します。サンドペーパーを交換して次の4分の1を磨きます。4分の2完了。次行きます。4分の3完了です。次で最後です。上面研磨完了しました。オイルも塗料も塗っていない状態でこの綺麗な色合いに感激しています。長手の側面も研磨します。番手を120番に上げて研磨します。振動軽減のため震源訓を装着しています。次は150番です。次は240番です。仕上げは400番を使用します。つるつるすべすべに仕上がりました。次の加工は天面の R 加工です。
以前に制作したキッチンカウンターと同じデザインに仕上げます。完全な R ではなく、天面の方からなだらかな R を描いて降りていって、途中でストンと角が出る感じで落としてあります。この硬い板でうまく加工できるかちょっと不安ですが、ぶっつけ本番でやります。硬すぎてなかなか進みませんが、うまく削れています。トリマーだけでは表現できない微妙な R をサンドペーパーで表現します。イメージ通りの R になりました。次はクリア塗装です。塗料はアクレックスの2液ウレタンツヤ消しクリアを使用します。オイル仕上げもおしゃれっぽくて良いのですが、小さな子供もいますし絶対に汚れます。アルコール消毒なども必須なので、ダイニングテーブルはウレタン塗装を行うことにしました。今回もスプレーガンで塗装しますが、メーカーでは推奨はしていないそうです。主材と硬化剤に分かれていますので、重量比で混ぜ合わせましょう。粘り気のある塗料なので湯煎するとベターです。完全に混ぜるため容器に入れて念入りにシェイクして攪拌します。あとスプレーガンに移す際にはダマが混入しないようにストレーナーの使用をおすすめします。それでは塗っていきます。薄く塗り重ねるようにしましょう。塗料が銅管に入っていきますので、3回ほど塗って一旦乾かして様子を見ます。塗った直後の様子です。こんな感じで銅管のところがへこんで滑らかではありません。4時間ほど乾燥させたので表面をサンディングします。
2回目の塗装を行います。次の日、3回目を塗る前に320番のサンドペーパーでサンディングしました。では最終の3回目塗ります。3回目塗り終わりました。ご覧の通り塗りたてはツヤツヤです。乾燥するとツヤが引いて上品な感じになるはずです。そして銅管がわずかに見えるくらいに残しておきました。すべて埋めてしまうとのっぺりした感じになってしまうためです。これで天板加工工程は終了です。次回は総集編として完成までお届けしようと思います。お楽しみに。チャンネル登録、高評価、感想やアドバイスなどコメントよろしくお願いします。